コンケイクです。今回のテーマは、あなたの周囲への影響力です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3枚のカードをご用意しております。インスピレーションでお好きなカード、A、B、C の中からお選びください。ご自分の占い結果だけご覧になりたい方は、概要欄にチャプターをご用意しておりますので、そちらからご確認ください。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、よろしければチャンネル登録、高評価、また動画の共有をお願いいたします。それでは選び終わりましたでしょうか？それでは今回は、フォース集というスプレッドとオラクルカード、ルノルマンカードを使用して占ってまいります。それではそれぞれ占ってまいります。それでは A の方の結果です。A の方の周囲に対する影響力なんですけれども、あなた自身輝かしい存在、いろんないい運気を周囲の人に持ってきてくれるような、あなたといるとすごくいいことというか嬉しいことっていうのを一緒にですね、共有できるっていうことでですね、一つのスター性みたいなもの、そういった面も持ち合わせているのかなという感じがしました。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね。カップの10の逆位置です。退屈と倦怠感でいっぱいになっている時期ということでですね、あなた自身が何をやってもあんまり楽しくないというか、やりがいを感じないとか、彩りがないっていう感じですよね、日々にね。そういった部分があったのかなっていうところがありますね。自分自身の置かれている環境だとかそういったところかもしれないし、人間関係に対してこのままでいていいのかなっていうふうに思っていたとか、そういうところもあるかもしれないし、とにかくあなた自身が過去においてはもうずっとここにいるのも飽きたなっていう感じ。新しいところに行きたいなっていうふうに思ってらっしゃったのかなっていう感じがしますね。で、そういったあなた自身がもう心の中に彩りがない、カラーがないっていうことですよね。常になんかセピア色みたいな感じになってるっていう状況なので、人から何をされても喜べないっていうところもあっただろうし、で、逆に周りの目が気になって、周りの意見を気にしすぎてしまうっていう部分もあったのかなと思いますね。あなたのことを思っていろいろとやってくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、ある意味ね、それがね、その時期はありがた迷惑な部分があったというか、どうしても自分自身が喜べない。でも、感謝はしないといけないから、感謝は伝えないといけないだろうし、もうそこも気を使うポイントになっちゃうから、それでまた疲れちゃうっていうのもあったでしょうね。で、それでいて、自分自身がそれで自分だけを気にしてればいいんだけれども、周囲の人の意見とか言葉とかにもどうしても振り回されてしまうとか、そういう部分もあったりして、自分の心の中の整理もつきにくかったのかなっていう感じがしますね。人の意見にも左右されてしまうし、でもここにずっといるのは嫌だなっていうのもあっただろうし、辛い時期だったのだろうなと思います。では現在ですね。ペンタクルのエースの正位置です。改めて始めるということで、過去で何もする気が起きなかったというところがあると思うんですが、現在においてはあなた自身がちょっと頑張ってみるかなっていうふうに思うところがあるのかもしれないですね。で、始めることによって目に見える成果を上げることができるということなので、できるだけね、進めたものっていうのはそのまま進めていってほしいなと思います。今まだね、重い腰が上がらないなっていう方もね、今からこれをきっかけにね、動いてもらうといいのかなっていう感じがします。で、あなた自身が周囲の人たちにどう思われているか、ここはね、もう影響力っていうところにもつながってくるのかなと思うんですが、あなたのことをお得な情報をもたらしてくれると思っているっていうところがあります。お得な情報って言っても金銭的な面だけじゃなくって有益な情報、あなたがいろんな知識を持っていていろんなことを知っているから、それを他の人に分け与えることで他の人がねすごくありがたいと思っているっていうことですね。自分たちでは手に入れられなかった情報っていうのがあなたを介して手に入れることができるっていう点でもすごくね、
あなたのことを重要な人だと思ってると思いますし、何にせよあなたのその情報っていうのがね、すごく周囲の人たちには助かってるっていうところは間違いないと思います。では未来ですね。ワンドの6の正位置です。自分のやり方で成功する時ですね。褒めたたえられて自分を誇らしく思える時ということで、現在からさらに飛躍していって、あなた自身がどんどんと上に上がっていくような感じですね。カードさん見てもわかるように、舞台の上に立ってあなたがスターダムにのし上がっていくっていうところがありますので、いろんな人にね、称えられるっていう面は大きいでしょうね。ここはね、かなりあなたの影響力っていう点では大きいと思います。周囲の人たちもあなたに憧れたりとかね、すごいなという尊敬の気持ちとかそういったところを持つでしょうしね。で、そういったところであなた自身が吉報をもたらす人だと思われてるっていうところがあります。吉報、いい知らせとかそういうことですよね。なので、あなたの存在そのものがラッキーアイテムのような感じ、ラッキーパーソンということですよね。幸運をもたらす人としてね、あなたがいることで周囲の人たちも幸せになっていくっていうところがあるようなので、もうね、それで別にあなた自身の幸せ、幸運な部分がね、なくなっていくわけではない。あなた自身もしっかりと自分の幸運をつかみ取ることができる。さらに周囲の人たちにも分け与えるくらいの力があるっていうところですね。このカードさんを見てるとね、そんな感じですね。舞台に立つっていうとやっぱりアイドルとか芸能人とかそういったイメージが強いかなと思うんですけれども、ああいった人たちっていうのはやはりファンの人たちが舞台の上にいるその人を見て嬉しいなとか幸せだなとかそう思えるっていう気持ちがあると思うんですけれども、あなたに対する周囲の人たちっていうのはそれに近い感情って言ったらいいのかな。あなたがそこにいることでどんどんと力をつけていって上に登っていくことで周囲の人たちも頑張っていこうと、あの人を見習ってやっていこうと思えるっていうことですね。あなたに元気づけられる部分がたくさんあるっていうことなので、このままね、あなた自身が自分自身のやりたいことだとか頑張りたいことをね続けていってほしいなと思いますね。未来でしっかりね、その力っていうのが発揮されるっていうことですね。では周囲ですね。力の正位置です。周囲の人に対してなんですけれども、ここは周囲の人がね、あなたに対してどう思っているかっていうのを、全体的な感じで言わせていただく、あなたのことを頼れる人だと思ってるし、信頼関係もね、ちゃんとあると思ってらっしゃるっていうことで、信頼関係があると思ってくれるっていうことは、それだけあなたに対する信用度が高いっていうこと。あなたのことを信頼できるし、さらに、周囲の人たちも自分のことをね、よくしてくれるなって思ってるってことだと思いますね。で、このまま終わらせたくないって思ってる人もたくさんいる。例えば、まだ出会ったばかりの人たち、そういった人たちがご縁をね、せっかくならね、このまま終わらせてしまうのではなくって、あなたとずっとね、仲良くしていきたいなっていうふうに思っているっていうことなので、それだけね、好かれてるっていうことですね。好感度も高いということでね、ここがね、あなたのスター性の一つかなと思いますね。出会った人を夢中にさせてしまう何かがあなたにはあるんだと思います。ではね、障害の方を見ていきましょう。ワンドのページの正位置ですね。一つのことに熱中すると他のことが考えられなくなるということで、熱中すること自体も悪いことではないし、ある一つのこと、それに対してね、ちゃんと一生懸命頑張るっていうのもね、素敵なことだとは思うんですけれども、ただね、場合によってはやはりね、他のものに目を向ける必要もあるっていうことですね。ずっとそればかり見てると取りこぼすものもたくさんあると思いますので、集中する時間、熱中する時間とそれ以外に目を向ける時間っていうのをね、メリハリをつけることは大事なのかなと思いますね。そうすることで周囲の人たちもあなたが自分たちのことをちゃんと見てくれてるなっていうふうに思ってもらえるでしょうし、それによってさらにね、あなたのことをね、いいなと思ってくれる人も増えていくと思いますね。熱中する時間はもちろん大事なんですけれども、それとは別の時間もちゃんと作ってくださいっていうことでね、これが障害として乗り越えるにはそういう風にしていただくといいのかなと思いますね。それでは最終結果ですね。
今日の正位置です。自分でも思っていなかった行動に出るということですね。今日っていうのがね、衝撃的な出来事とか、そういったかなり大きな変化とか、そういった部分があるので、自分でも予想外っていうところが起きやすいのかなっていう感じはします。それがいいことか悪いことかっていうのは、不明な部分はあるんですけれども、ただね、私のカードさんはどちらかというと優しめのねカードさんになるのかなと思うので、感じるところでは良い方向の方なのかなっていうところはありますね。で、だから根本的な改革が起こるっていうことなので、もうガラッとね、あなた自身の気持ちだとかね、環境だとかが変化していくっていうことはあるのかなと思います。で、そういった中で周囲の人たちっていうのがあなたに対してどういうふうに考えているのかっていうのは、あなたのように個性を発揮したいとか憧れとかそういった方向に近いのかなっていう感じがしますね。ずっとですね、あなたに対して尊敬の気持ちを持ってらっしゃる方が近くにいるということで、あなたの影響力は相変わらず衰えずに強いままっていう感じがしますね。あなた自身はもしかしたら自分の個性とか自覚がないのかもしれないんですが、周囲の人たちはやはりね、それだけあなたのことをよく見てるっていうことだと思うので、あなた自身の素晴らしいところを知ってるっていうことなんですよね。で、そういった部分にすごいなと思ってるし、自分自身もそういう風になれたらいいのになっていう風にね、思っているっていうことなので、自分自身では何にもないような気がするって思ってても、ちゃんとあるっていうところ、そこはね、自信を持っていただければなと思いますね。かなりね、最終結果の部分で大きな変化っていうのがあるので、その中であなた自身がどう動いていくかっていうのはね、もうその時になってみないとわからないっていう部分があるので、まずね、今からそうなっていくんだよっていう風にね、心の準備をしておくと、いざね、そういった時が来た時に、このことだったんだなっていう風に思えると思いますので、ぜひね、この部分はね、覚えておいてもらえるといいのかなと思いますね。では助言ですね。こちらがカップのページの正位置です。柔軟な姿勢を大切にしてくださいということですね。時には優しい嘘も必要ですよっていうことで、柔軟な姿勢っていうのは、いわゆる障害のところに出てきた一つのことに熱中して他のことが考えられなくなるとか、そういったところに関連してるのかなっていう感じがするんですけれども、一つのことに全部固執しすぎてしまうと別のものが見えなくなっちゃうっていうところがあるので、そこは柔軟な姿勢、その時によって自分自身の対処とかですね、行動を変えていくっていうことが必要ですよっていうことですね。で、もう一つの方は、あなた自身が結構ね、正直なタイプ、あまり嘘がつけないというか、そういったところがあるんですけれども、時にはあなた自身も、誰かを助けるため、その他者のために優しい嘘をつく必要もあるんですよっていうことですね。なかなかね、難しい部分ではあるとは思うんですけれども、全部が全部ね、正直に話すことがその人のためになるかどうかをしっかり考えてもらって、そこから判断してもらう。もちろんね、いつも嘘をつきなさいとか偽りなさいとかそういうことじゃないですよ。大事な時に、この人には今本当のことを言うべきではないなっていう時に、嘘っていうかですね、言葉をはぐらかすというか、そういう風にね、してもらうとか、時には優しい嘘が必要っていうことでね、そういったこともね、時々はね、必要ですよっていう風にね、覚えていてほしいですね。では、オラクルカードですね。こちらがスーパースターです。空には一人一人のために輝く星があります。これがまさにあなたを表しているカードさんかなっていう感じがしますね。ここまでに出てきたカードさんの中でも、あなた自身が周りの人から尊敬されたりとかですね、憧れられたりとか、とにかくあなた自身にいろいろ力をもらってる人っていうのが多くいらっしゃるようだったので、その言葉通りスーパースター、決してね、テレビとかね、
YouTube とかね、ああいったところに出てくるスタートはまた違うかもしれないけれども、周囲の人たちにとっては、ある意味ね、スーパースターなんですよっていうことですね。そう、あなた自身は輝ける星であると。一人一人のために輝く星。なおかつあなた自身は、もっとね、大きな輝ける星になってるんですよっていうことですね。そしてこちら、ルノルマンカードですね。人、パーソンなので個人って言ったらいいですかね。この人ですね。ルノルマンカード本来であれば、こちらのカードはないんですけれども、紳士淑女っていうカードさんがございまして、その部分がですね、どうしてもそこに当てはまらない、性別がないとか、他の性別であるとかね、そういった人たちもいらっしゃるので、制作者様の一つのね、方針としてこういったカードがございますので、私の方も採用させていただいております。はい。で、こちらのカードさんがですね、自分で一人でね、頑張りすぎないで、時には他者にも任せてみましょうという、常に礼節を重んじていきましょうということですね。あなた自身がね、しっかりとできる人だとは思うんですよね。これまでも周囲の人からね、頼れる人だなっていうふうに思われてるっていうところもあったので、どちらかというとあなたがみんなを引っ張っていけるタイプの方なのかなとは思うんですけれども、それでもね、どうしても疲れる時はあるし、一人で頑張りすぎてしまうこともあると思うんですよね。そういった時は、他者の力を借りるっていうこともね、してみてほしいですね。人にね、頼るのが苦手っていう人もいらっしゃるとは思うんですけれども、こういうのってもう練習しかないんですよね。お願いするっていうのがね、もうそういうのがね、なかなか勇気がいるから全部自分でやろうっていうふうにね、思っちゃう人もいると思うんですけれども、少しずつでいいからね、人に頼るっていうこともね、慣れてみるっていうのが大事だと思いますね。本当にね、自分が限界を迎えた時にね、それでも自分で全部やらなきゃいけないっていう状況になってしまうこともあると思うので、そうならないためにも、いつかの自分を助けるために他者に今のうちにね、余裕がある時に頼っておく練習をするっていうのは大事だと思いますね。で、常に礼節を重んじる。ここはね、あなた自身心配する必要はないかなとは思うんですけれども、改めてね、強調させていただくっていう形でね、覚えておいてほしいですね。そう。礼儀、礼節ですよね。自分自身がリスペクトされてるように、他者に対してもリスペクトの気持ちを忘れないと。尊重する気持ちっていうのはね、大事にしてくださいっていうことですね。ですね。あなた自身がとにかく輝かしい人なんだなっていうところですよね。影響力は周囲の人たちからしたらかなりあります。あなたのようになっていけたらなって思ってる人っていうのは近くにたくさんいらっしゃるので、そのままのあなたでいてほしいなとは思いますが、その中でもやはり自分だけで頑張るっていうことはしない。あとは一つのことに集中しすぎて周囲が分からなくなっちゃうとかね、そういうことにはならないように、そこだけはね、気をつけていただければいいのかなと思いますね。それ以外に関してはもう自分自身の道をね、突き進んでいってほしいなと思いますので、よろしければですね、こちらの方参考にされながら動いてみてください。以上が A の結果でした。それでは B の方の結果です。B の方の周囲に対する影響力なんですけれども、あなたの場合はですね、強いカリスマ性とかそういった方向の影響力っていうよりは、優しく癒してくれる。そういった方向で周囲の人たちに影響を与えてる。そのあなたの癒し力ですよね。そういった部分に助けてもらってる人がいるっていうことです。それではですね、1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、ペンタクルのページの逆位置です。時間を浪費するばかりで実りが少なかった時期。状況が飲み込めないということでですね、この時かなりね、お辛かったんじゃないかなと思いますね。時間がね、無駄に過ぎていってしまう。どんなにいろいろやってみても、時間ばかりが過ぎ去っていって、
その割に自分自身に返ってくるものが少ないっていうことでね。そうするともうやりがいっていうものもなくなってしまうし、なんでこんなに自分は頑張ってるんだろうっていうふうにね、途方に暮れてしまうっていうこともあったんじゃないかなと思いますね。で、この時はあなた自身、自分自身の状況っていうのがね、うまく飲み込めないっていうこともあったと思うので、そういった面でもね、これからね、どうしていったらいいのかっていうのがね、見えてこなかったっていうところがあるかなと思いますね。せっかくね、頑張ってるのにね、それが自分自身の目に見えてですね、成果として出てこなかったらね、それは辛いし、苦しいし、どうしたらいいんだろうってなっちゃいますもんね。これからね、自分自身がどっちに向かっていったらいいんだろうかとか、自分の正しい道ってどこなんだっていう風にね、悩んでたっていう部分があったんじゃないかなと思います。では現在見てまいりましょう。ペンタクルの5の逆位置ですね。この時期、今から未来に続くっていう思われたらいいかなと思うんですけれども、ピンチから抜け出していきます。ということは、過去にいろいろとご苦労されてたところからは抜け出すことができるっていうことで安心しました。その中の不調もね、しっかり回復されるっていうことなので、これからがね、あなた自身ね、動いていきやすくなっていくっていうことですね。で、日常の中の小さな喜びを感じることもできるようになっていくっていうことですので、だいぶね、状況もね、見えてくるのかなって思いますね。あなた自身がふとしたことでね、喜べるっていう風に気持ちの変化もね、あるっていうことですから、そういった面でもね、しっかりとね、今をね、楽しく過ごしてほしいなと思います。で、周囲の人っていうのはね、あなたに対してどういう風なね、方向で思っているかっていうのが、あなた自身をね、心の拠り所にしている人もいるっていうことで、あなた自身が結構相談役に回ったりとかすることが多いんですかね。それによって、頼られるというか、周囲の人からは相談しやすいなとかね、いい人だなとかね、そういう風に思ってもらえてるみたいな感じなんでしょうね。あなたといると安心するからこそ心の拠り所っていう印象が出てきたのかなと思うんですよね。穏やかな気持ちになれるとかね。そう、安らぎをね、得られるっていうことですね。あなたと一緒にいると。そういった点では、影響力っていうのは、あなたから癒しをもらえるっていうね、そういった面での影響力っていう部分はあるのかなと思いますね。では、未来ですね。ソードの2の正位置です。悩みが晴れ、問題が解決していきます。現在からまた一歩ですね、先を進みましたね。悩みがね、どんどんとなくなっていって、で、今まで抱えてきてたこと、悩みだとかね、そういったところ問題ですよね。困ったなって思ってたことが解決していけるっていうことでね、ここからね、またもっともっとね、進みやすくなっていくっていうことですね。すごくいい感じにね、進んできていますね、あなた自身ね。で、自分と異なる意見を受け入れることができるって、これがね、私はすごいなと思うんですよね。自分と異なる意見をね、受け入れるってね、なかなかできることではないので、そういった包容力って言ったらいいんですかね。広い心ですよね。そういった部分があなたにはあるっていうことですごい大事だと思います。違う意見だとどうしてもね、自分自身とこう対抗してしまう部分もあるから喧嘩になるというかトラブルになりやすいとかそういったところもあるけれども、あなたの場合はそれすらも受け止めてしまうという、その中できっとね、あなたの中でこういろいろとその意見の違う人とすり合わせながらね、うまいことやっていくのかなとは思うので、そういう面でもね、大人ですよね。年齢とか関係なく精神的に大人なんだなっていう感じがします。で、その中でやはり周囲の人っていうのはあなたがいつも優しいし、あなたと過ごせることが嬉しいとかね、穏やかな気持ちになれるということで、現在に続いてですよね。あなたに対するあなたのその許容量の高さというか、何者も受け入れてくれるというね、その気持ち、そういったところがね、しっかりと周囲の人たちにはね、魅力的に見えているっていうことですね。あなたのその心のね、優しさっていうのがね、何よりもいろんな人にとっては好感を持てるという、なかなかね、できることじゃないですからね。そういったところが好ましいなと思ってくれる人がたくさんいるっていうことです。では、周囲ですね。
こちらが月の逆位置ですね。少しずつ分かり合える関係ということで、これは未来のところに出てきた意見が異なる人のことなのかなと思うんですけれども、そうですね。あなたがまず受け入れてあげることで、相手もね、柔らかなね、気持ちになると思うんですよね。お互いに反対し合って、ずっとね、争いみたいになってしまうのではなくって、まずあなたが受け入れてくれるからこそ、そこで分かり合えるっていうね、方向にね、動いていくのかなっていう感じがしますね。で、そういったあなたの優しさとか、そう受け入れる力の大きさによって、周囲の人たちもあなたから気づきが得られるとか、本当の気持ちだとかね、本音を話したいと思えるような感じになってますね。あなたにだったら何でも話していいなっていう風にね、そういった感じな、ある意味メロメロですよね。あなたのその心の広さにね、素敵ですね。何者にも代え難いね、この心のね、柔和な部分、柔らかいところですよね。そういった部分はね、これからも大事にしてほしいですね。では、障害です。カップのキングの正位置です。味方が近くにいるのに見失っているということで、ここまで見てきた通り、あなたに対する好感度っていうのはかなり高いんですよね。なので、味方っていうのはいっぱいいると思うんですよね。でも、あなたのその優しさゆえに、利用しようとか、そういうね、騙してやろうとかね、そういう人だってね、今までだっていたと思うんですよね。そういう点でも、あなた自身が全員が全員を信頼しきれないっていうのはあるとは思うんですけれども、あなたのその優しさを知っていて、あなたの穏やかに過ごせるし、あなたのことが好きだし、いろいろとね、味方になってくれる人っていうのはいらっしゃると思うので、人を見極めるのってなかなか難しい部分ではあるんだけれども、もうそこはね、しっかりと普段からその周りの人たちを見ておくしかないのかなとは思うんですよね。どんなにね、優しそうに見えてもどこかしらであらが見えてくるっていうのはあるので、しっかりと周りを見ておく。あなた自身に対して害をなす人なのか、それとも味方でいてくれる人なのかっていうのをね、もう普段からね、判断しておくっていうことはね、大事かなと思いますので、いくらあなた自身が大海原のようにね、広い心を持っていてもね、それでも広い人っていうのはね、怖いと思うので、そういった人たちにはね、できるだけ当たらないように接する機会が少なくなるようにね、普段から周りの人をね、しっかりと観察しておくといいと思いますね。では最終結果ですね。こちらがカップの2の逆位置です。意見の食い違いや連絡の行き違いがあるようですね。ここがちょっと心配ではありますね。でも、しっかりとね、これが分かってるってことは、言葉をしっかり交わしてもらう。連絡の行き違いに関しては確認が必要っていう部分はとにかく確認が必要なんですよね。あの人から連絡来てないなとかね、思ったとして、その人との共通の知り合いとかに聞いてみるとかでもいいですし、なかなかね、勇気がいるかもしれないけれども、直接ね、連絡来てない気がするんですけどっていうふうに確認してもらうのが一番早いのかなとは思います。でもそれが難しければ、共通の知り合いとか、そういった人にね、一旦確認してみるっていうのでもいいのかなと思いますね。で、その中で自分の役割を忘れてしまうということで、そうですね、いろいろと心配事とか不安なことが増えてくると、自分のやれることだとか、そういったものって見失いがちではあるんですけれども、周囲の人たちとしっかりね、お互いに対等に育み合って過ごしていくことが大事なのかなと思いますね。そこをね、忘れなければ、全然あなたはこれまで通りね、いつも以上にね、自分のパフォーマンスをね、発揮できるかなと思います。あなた自身が一人で頑張る必要はないし、何か行き違ってるなって思ったら、しっかりね、確認はしてもらう必要がある。そのまま済ませてしまうと、そのまま行き違ってしまって、終わってしまって、お互いにね、なんだか誤解したまま、勘違いしたまま終わってしまうっていう可能性が出てくるので、そうならないためにあなた自身が確認してもらうのが必要かなと思いますね。もう周囲の人とはね、対等にね、あなただけが頑張りすぎるのではなくって、周囲の人にも任せられるところは任せる。自分自身がその周囲の人ができないところを
フォローするとかね、そういったところもあると思うので、とにかく対等に動いていくっていうことが大事ですね。どちらかに重荷がいってしまうっていう方向にならないように、そこもね、しっかり見てもらうといいと思います。では助言ですね。こちらがソードの9の聖地です。後悔する前に行動をしましょう。今ある目の前の幸せに気づいてくださいということですね。そうですね。せっかくね、あなた自身、未来においてはね、しっかりと問題解決していって、自分自身の動きやすさっていうのは変わってくると思うんですけれども、それからまたその後ですよね。最終結果でもいろいろとちょっとお忙しい部分が出てくるのかなっていう感じがあったんですけれども、その中で後悔するぐらいならしっかりと動いてもらう。大変だと思うから、そこで協力関係を築いてもらって、周囲の人たちに助けてもらいながらやっていく。行動をすることがまず大事ですっていう風にね、出ております。で、今ある目の前の幸せっていうのはね、味方が近くにいますよっていうのも伝えましたけれども、あなたのね、近くにね、いろんなね、いいことっていうのはあるし、人間関係でね、良い部分っていうのもたくさんあるので、そこをね、見落とさないように、しっかりね、見てもらえればと思います。では、オラクルカードですね。こちら、父ですね。包容力です。手助けをすることが大事ですということですね。これは、あなた自身をね、今までのカードさんから見てきて、まとめのような感じになっておりますけれども、あなたのその包容力がね、何よりね、大事なんですよっていうことですね。で、周りの人をしっかりと手助けしてあげる。だけど、あなたばかりが手助けするのではなくって、時にはちゃんとあなたが周りに助けてもらうことも大事っていうことですね。でも、あなた自身のその優しさとか包容力とか、受け入れる力ですよね。そういったところがあるからこそ、周囲の人たちも近くに来てくれる、協力しようと思ってくれるっていうことなのでね。そういった面では、あなたのその性格ですよね。魅力っていうのがね、しっかりと影響してるっていうことで間違いないです。では、ルノルマンカードですね。こちらが雲です。勇気を出して確かめて、本心が見えない不安を後回しにしないでくださいということで、これもね、最終結果のところにかかってくるのかなっていう感じがしますね。いろいろとすれ違ってしまうっていう時なので、それを先延ばしにして確かめないままでいるとずっとすれ違ってしまうっていう可能性があるので、まずはあなたから勇気を出して確かめてもらうっていうことが必要ですね。直接本人に確認するのがどうしてもね、自信が勇気が出ないっていうことであれば、近くの人に聞いてみるっていうことをまずやってみるっていうことですよね。で、周囲の人たちの本心がね、見えないっていう人間のね、心の中がなかなか見えない。当たり前ですけどね。人の頭の中がね、人間見えるわけじゃないので、超能力がない人の方がほとんどだと思うのでね、その本心が見えないままね、ずーっと後回しにしてしまうと、それにもやもやしてしまって、そっちに支配されてしまうことがあるので、だったら、もう言葉でね、交わし合う。あなたの気持ちはどうですかっていう風にね、伝えるようにする。で、伝えてもらうっていう風にしてもらうといいのかなと思いますね。言わなくてもね、通じ合うっていう関係ってそうそうないです。分かったつもりで実は全然ね、お互いすれ違ってたことなんていくらでもあるので、長年の付き合いのね、人同士でもそういうことは往々にしてあるものなので、だから言わなくても分かるっていう関係を理想とはしなくてもいいと思います。しっかりとお互いに本音を話せるように自分自身の気持ちも伝えるし、相手の気持ち、周囲の人の気持ちも伝えてもらうっていう風にね、していったらいいんじゃないかなと思いますね。そうですね。こうしてみると、あなたの優しさだとか、人を受け入れる力っていうのが何よりもね、周囲の人たちにとっては、あなたのその存在自体に癒しをもらってるというか、穏やかな気持ちをもらってる。分けてもらってるっていう感じがしましたので、そういった点ではね、かなり強い影響を受けているっていうところはあると思います。そのね、あなたの魅力っていうのはね、そのままでいてほしいですし、で、その中でどうしても遠慮してしまう部分があるとは思うけれども、
相手にね、しっかり助けてもらう、すれ違いそうだなって思った時は、しっかりと確認をし合うっていうことをね、忘れないでほしいです。それではですね、よろしければこちらの方を参考にされてください。以上が B の結果でした。それでは C の方の結果です。C の方の周囲の人たちに対する影響力なんですけれども、あなた自体に人望がありますね。それで一種のカリスマ性があるので、かなりね、周囲の人たちっていうのは、あなたから影響を受けているとかですね、しっかりと学びたいなと思う、あなたを見習いたいなと思うようなね、そういった思いでいらっしゃる方もいるのではないかなと感じましたね。それでは1枚ずつお話しさせていただきます。それでは過去ですね、ワンドの3の逆位置です。先が見えない、予想通りにいかない辛さや苛立ちがあったっていうことですね。過去においてはあなた自身が道筋が見えてこなかったっていうことですね。もちろん頑張ってらっしゃったと思うんですけれども、その中で明確な目標だとかですね、あったとしても、それがしっかりと形になるような感じがしないというか、自分の中の道に対して霧がずっとあるような状況ですよね。自分の足元が見えてこないような感じで、その中で、手探りでやっていくしかないっていうところもあるからこそ、自分の予想通りだったり期待通りにいかないっていう部分が強くあったのかなと思いますね。それによってあなた自身も辛いですし、時にね、苛立ってしまうっていうことも多かったのかなっていう感じですね。では現在ですね、ペンタクルの9の正位置です。幸運が訪れる運気ですということで、今からはですね、しっかりとあなたに良い運気っていうのがですね、流れてくる感じです。で、人との関係からチャンスが生まれるようなので、しっかりとあなた自身の周囲にいる人たちと良い関係性をですね、作っていってほしいです。何かしら他者からですね、得られるものが大きいっていうことですね。あなたのその頑張りを見て、実はこういった話があるんだけどっていうですね、良い話を持ってきてくれたりとか、そういうこともあるかもしれませんね。そういうところがあるのはなぜかっていうと、あなたにですね、人望があるからなんですよね。周囲の人からあなたを支えたいとかですね、援助したいとか、そういったところ、助けられることがあるなら、助けたいとか、役に立ちたいとか、そういった部分がですね、あるっていうことですね。何かこう、あなた自身をある意味ほっとけないとか、そういったところもあるのかもしれないし、それよりは他者の人たちがあなただったら、こういうことをしてあげたいなとかですね。この人だったら信頼できるから、しっかりといい話っていうのを持ってきてあげたいなとかですね。優先したいと思えるようなね、そういったあなたの力、魅力っていうのがあるんだと思います。何にせよ、この今の時期から、未来にかけてですよね。そういったところでは、あなたの良い巡りっていうのがあるので、これをそのままね、進めてもらって、動いてもらうのがいいですね。では未来です。ペンタクルのエースの正位置です。今までの努力が実りますということですね。現在に続いて、あなたにとってより良い運気っていうのがですね、巡ってきてますね。将来に対しても意欲的になるっていうことなので、過去に比べると随分と良くなってきてますね。あなたのこれから進む道筋っていうのがですね、もやもやしてた部分が晴れてきて、ちゃんと見えてくるっていうことですよね。その中で安定した人間関係も築いていけると。で、その周囲の人たちもあなたにいい情報を伝えたいと思っているっていうことでですね、あなたのところに他の人たちがどんどんと情報を伝えたいとかですね。あなたのためなら話もね、持ってきたいとかですね。現在と同じような感じではあるんですけれども、結局ね、あなたを支えたいとかね、力になりたいとかね、そういう風に思えるっていうね、それがね、すごいことなんですよね。
人間なかなかね、損得で動くっていうところはあるし、できれば自分が得したいと思うじゃないですか。でもその中で、あなたには得をしてほしいと、あなたの利になることですよね。そういったところを提供していきたいっていう風にね、思わせるね、何かがあるっていうことなので、それだけね、なんかこう底知れぬね、あなたの輝きっていうものがね、周りの人には見えてるんだと思います。あなたならもっともっと良くしてくれるとかね、より良い方向に動かしてくれるに違いないというね、そういった確信みたいなものをね、周囲の人たちは持ってるんだと思います。そして周囲の人ですね、どういった人がいるのかが、ソードの8の逆位置ですね。トゲトゲしい態度の人、陰険な人っていうことで、あなたの力になりたいとか、あなたの役に立ちたいとか、そういうふうに思う人たちがいる反面ですね、そういった人もいるっていうこと。それはね、あなたのその魅力だとかね、できることだとか、そういったところにね、嫉妬心みたいなものが湧いてるのかなっていう感じはしますよね。自分が、あなたが持ってるものを持ってないからこそ、悔しくてつい態度に出てしまうとかね。それって幼稚ではあるんですけどね。そういう人っていらっしゃいますよね。陰険な人っていうのは影でコソコソしてるっていうところもあるので、すぐにはね、その人がどんな人物なのかっていうのがね、わかるかっていうと難しいかもしれないんですけど、そう表立ってはね、あなたにこうすり寄ってきたりとかね、一見親切そうにしてるとか、そういうことはあるかもしれないんですが、やがてね、ちゃんと正体は分かってくると思いますので、どうやってもね、化けの皮は剥がれていきますよね。自分自身がどうしてもね、そうやって嫉妬に溢れてしまうとか、悪評を流してね、あなたの評判を落としてしまおうとかね、そういうことをする人っていうのは、あなた自身が、こういう人だったんだっていうふうにね、いずれ気づくっていうことがあると思うので、もうそこはね、無理にね、急いでね、暴く必要はないのかなっていう感じはしますね。それ以上にあなたを慕う人たちっていうのが強いのでね、だから仮に変なこと言われたとしても、あなたを信じる人の方が多いと思うので、そこをね、あえて犯人探しみたいなことをする必要はないのかなっていう気はします。いずれ分かってくるので、分かった時にその人から距離を置くとかですね、しっかりと周囲の人たちにね、相談しておくとかね、そういう風にしてもらうのでいいんじゃないかなと思います。では、障害ですね。ペンタクルの7の聖地です。働き詰めで休めてない、頑張りすぎてるところが障害になるっていうことでね。そうですね。働き詰めって言ってもお仕事だけじゃないですよね。何かといろいろと頑張りがちなあなたっていうことです。何でもかんでも、できちゃうからっていうところはあるのかもしれないけれども、休める時に本当は休まないといけないけど、無理をしちゃうっていうところがあるのかもしれないですね。頑張ることっていうのは確かに大事だとは思うんですけど、頑張りすぎると、これからね、後々ね、その頑張った疲れっていうのが一気にね、出てきてしまう。そしてダウンしてしまうっていう可能性があるので、自分自身でちょっとやりすぎてるなって思った時にストップをかけてもらうのがいいのかなと思いますし、時間を作って少しでもね、休める時間っていうのを作ってほしいなと思います。もしかしたらね、他の人からね、心配されて言われる時があるかもしれないので、そういう時に、自分頑張りすぎてたんだなと思ってね、その言葉をね、素直に受け止めて休むっていうこともね、してもらうのもいいと思います。まずね、あなた自身、頑張りすぎてる。本当にすごいことだとは思うけれども、あまりね、無理をしすぎないっていうことは大事ですから、頑張ることも大事だけど、頑張りすぎない。これをね、しっかりと覚えていてほしいです。では、最終結果ですね。ここがね、最もあなたのその影響力の強さっていうのが出てる、皇帝ですからね。皇帝って
いろんな人から慕われるとか、リーダーシップを取れるとか、そういった面もあるっていうところなんですよね。だからこそ、あなた自身の実力でしっかりと一目置かれるし、で、精神的ゆとりもできていきますので、やりやすくなっていくと思いますね。皇帝だからこそ、当然の勝利と、これまでのね、あなたの頑張りすぎてるっていう、障害で言われるぐらいのとこ、あなたなので、きっとね、すごく頑張ってらっしゃると思いますから、だから当たり前のようにね、勝ち取ることができるっていうことですね。で、その中で、周囲の人たちは、もちろんそのあなたのね、素晴らしさ、操作、実力っていうことにね、尊敬の気持ちっていうのは抱いていると思います。で、長く付き合っていきたいなとかですね、頼れるなとか思っている一つのね、カリスマ性みたいなものがあなたの中に溢れ出てるっていう部分があるので、あなたの元に集まってくる人っていうのは、これからもっともっと増えていくんではないかなっていう気がしますね。あなたの元でね、ついていきたいとかですね、あなたの話をもっと聞いていきたいとかね、そういうふうに思ってくれる人がね、いらっしゃると思うので、慕ってくれる人はね、大事にしてほしいなと思います。長く付き合いたいなとかね、ご縁をこれからも紡いでいきたいなと思っていらっしゃる方、そういった方でね、あなた自身が、この人とならね、長く付き合っていきたいなって思える方がいらっしゃればね、そういう人とこれからも良い関係性を築いていってほしいです。では助言ですね。こちらがペンタクルの6の逆位置です。正当な対価を支払うことが大事ですということですね。これは、もちろんね、お金っていう部分で対価っていうのもあると思いますし、また別のことですよね。何かをしてもらったら自分自身も正当な対価、その人にしてもらったようなことで同等のことですよね。そういったものでお返しするっていうね、恩返しとかね、そういったものは大事ですよっていうことですね。与えられるばかりではなくて、あなたが与えることで、またいい循環が生まれてくるっていうことですね。あなたが慕われるっていうところはもちろんあるんですけれども、そういったね、ちょっとした努力ですよね。あなたがしてもらったことを返すとか、何かあった時にちゃんとお礼をしていくとかですね。そういったちょっとしたね、一つの行動が、またね、周囲の人たちに、この人に何かしてあげてよかったなとか、何か力になれてよかったなとかね、思って、またこの人のために何かしようっていう風にね、思ってもらえると思うので、ちゃんとね、返せるものは返していきましょう。では、オラクルカードですね。二重星です。人生は永遠の二面性を持っていますということですね。これはね、人生、そうですね。良い運気の裏には悪い運気もあるし、あなたが、そうですね。必ずね、いいもの、悪いもの、自分自身の何かしらの影響を受けるものだとか、そういったところ、全部が全部ね、あなたにとってより良いものが返ってくるかって言ったら、そうでないこともあるっていうことですね。どうしても二面性があると。でもその中でしっかりとあなたが勝ち取れるものっていうのもあるから、試練ばかりがあるわけではないし、かといってずっとね、順風満帆なわけではないし、それをどうやっていくかっていうと、さっきの周囲の人にしてもらったこと、そういったところで恩返しをしていくとか、そういう自分自身が何か、得るために他の人に与えていくこと、そういったところも二面性のその良い部分をね、得るために、大事なのかなと思いますね。常に何か裏表っていうものがあるとは思いますので、その中で自分が勝ち取っていけるもの、得ていくものっていうのをね、少しでも良いものにしていくためには、
そういった自分自身の努力っていうのは必要ですよっていうことだと思います。それではルノルマンカードですね。ライダー、騎士ですね。あなた自身はすごく人気が出ると。これは間違いないと。最終結果でも出てましたからね。ちゃんと一目置かれますよ。慕われますよっていう風になってましたからね。やはりね、ルノルマンカードさんだと、こちらは大間さんに乗ってね、その颯爽とした姿、そういったところでね、いろんな人から注目されるっていうところがあると思うんですけれども、あなた自身の行動によって周囲の人たちっていうのがね、あなたをまた見直すというか、今までもすごいなと思ってたけれども、もっともっとね、尊敬に値する人なんだなっていうふうに思ってもらえるっていうことですね。その中で変化を求めるなら、やはり動くことが大事と。積極的にチャンスをつかみに行くっていうことも大事っていうことですね。肯定も、ただずっとね、椅子に座ってることで得られるものっていうものはないわけですよね。王様とか騎士とかね、そういった、役職のある人ですよね。そういった人たちもずっとその場で座って立ち止まってれば何かずっと得られるかっていうと、いずれね、民衆の人たちからね、不満は出てきますよね。あの人は自分ばかりが享受するばかりで、自分たちには何もしてくれないと。こうなってくると反乱が起こりますよね。で、その玉座を奪われてしまうとか、乗っている馬から降ろされて、もうその騎士をやめなさいとかね、そういう風になっちゃうとかね、そういうところがあるので、あなた自身の行動っていうのはやはり大事なんですよっていうことですね。ずっとその場に座っていいものだとか、他者から与えられるものだけを待つっていうわけにはいかないんですよっていうことですね。しっかりと自分自身が動くこと、チャンスを求めて自分が動くことも大事にしてください。そうですね。あなた自身すごく尊敬されているっていうのは間違いないですし、で、周囲の人からあなたにいいもの、情報とかね、与えられることは間違いないんですけれども、その中でしっかりとあなたも返せるものは返すっていう風にね、していくっていうことは大事ですね。ただもらうだけで、それが当たり前っていう風に思っちゃいけないよっていうことはね、覚えていてほしいですね。そして自分自身でもしっかりね、動いてもらう。しっかりとね、動ける運気ではあるし、そうで、周囲の人から教えてもらった情報によって、あなた自身がリスクを負って動くっていう方向じゃなくって、晴れやかな道、開かれた道の方に進んでいけるのかなっていうところがあるので、そういった周囲の人たちの力を借りながら、自分自身の動けるところに動いていってほしいなと思います。あなたのその頑張りによって、またあなたのその行動によってまた周囲の人もあなたの力になりたいとますます思ってもらえると思いますので、よろしければこちらの方を参考にされてください。以上が C の結果でした。ここまでご覧くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。これからも様々なテーマで占ってまいりますので、またいらしてくださいね。それではおつけいくでした。